こんばんにゃむにゃむにゃむちです。今年さ、寒い時期長すぎじゃない？おしゃれより防寒を優先しそうになっちゃうよね。でも今回はそんな寒すぎな冬にも勝っちゃうくらいの激アツなゲストをお呼びしちゃってるんで、早速登場してもらっちゃいましょう。すみみのお二人です。ただいまご紹介に預かりました。すみみのマナとウイカです。お二人とも来てくれてありがとう。今日は事前に募集したすみみへのお便りと質問を一緒に見ていこうと思ってるよ。送ってくれたみんなありがとう。ありがとう。にゃむちチャンネルに出られてとっても嬉しいです。ういちゃんと一緒にいろんな質問に答えていこうと思います頑張ろうね。では早速にゃむっと聞いていくよ。まずはこちら。こんにちにゃむにゃむをすみみのお二人にもやってほしいです。てなわけでお二人にお願いしてもいいですか？もちろん。じゃあ行くよ。せーの、こんにちにゃむにゃむ。嬉しい。二人ともありがとう。この調子で皆さんからもらったお便りをどんどん見ていくよ。続いてはこちら。まなちゃんのお誕生日が知りたいです。ぜひお祝いしたいとのことです。やっぱりまなちゃんのことを知りたいよねみんなが知りたいって思ってくれて嬉しい。まなちゃん、お誕生日を聞いてもいいですか？もちろん。マナの誕生日は10月2日です。秋生まれなんだ。てか今年もう過ぎちゃってる。来年こそはみんなもまなちゃんのお誕生日を一緒にお祝いしてほしいな。お祝いのメッセージお待ちしてます。次はこちら。すみみのまなちゃんに質問です。まなちゃんは高校何年生なのでしょうか？できれば好物なんかも知りたいとのことです。まだまだ深掘りしちゃうよ。お手柔らかにまずは年齢かな。マナは高校1年生です。すみみは同い年ユニットなんだよね。にゃむちゃんもだよね。そうなの。今回は高1トリオでお送りしてます。次は好物だよね。まずはドーナツが本当に好き。あとは春雨も好きなんだ。まなちゃん、春雨スープも楽屋でよく食べてるよね。小腹が空いたら真っ先に選んじゃうかも。あと最近おすすめのおしゃれなスープ屋さんがあって、後でにゃむちゃんとういちゃんに教えるね。ありがとう。スープ屋さん気になる。すっごい美味しいからぜひ行ってみてほしいな。そういえばういっ子の好物って意外と知らないかも。確かにあんまり話したことないかも。せっかくだからういちゃんの好きな食べ物も教えてほしいな。私のか。オリーブのマリネとかお魚かな。あとそうめんも結構好きなんだ。おー、なんか意外。でもなんかおしゃれ。そうかな。うい子の一面が知れて嬉しい。そしたら食べ物つながりでこの質問聞いちゃおっかな。3人の一番好きなドーナツの味は何ですかとのことです。やっぱりここはドーナツ好きで有名なまなちゃんに先に聞いちゃおっかな。1個に絞れないかも。シンプルにチョコがかかってるのとか、オールドファッションも好きだし、最近はフレンチクルーラーをよく食べてるよね。そうなの。最近ハマってて。にゃむちゃんってドーナツとか食べるの？私はあんまり食べ過ぎないようにしてるからたまーにかな。ドーナツだと生地もちもち系が好きかも。美味しいよね。ういちゃんもよくもちもち系食べてるよね。私もお気に入りかも。てな感じで私たちの好きなドーナツはこんな感じです。1個に絞るの難しい。いつも何食べるか迷ってるもんね。そうなの。こんな感じでいっつも迷っちゃうから、ういちゃんとよく半分こするんだ。半分こすれば倍の種類が食べられるからね。確かにいいアイデアすぎる。てか仲良すぎ。
続いてもすみみの仲良しエピソードが聞ける予感。すみみの2人はお休みの時に一緒に出かけたりしますか？またにゃむちと遊ぶならどこに行きたいですか？だってにゃむちも気になるな。2人どう？オフの日はたまにカフェとか行くかな。この間はマーラータン食べに行ったよね。いいなあ。マーラータン美味しいよね。おすすめのお店があるから今度にゃむちゃんも一緒に行こう。ということで今度3人で行ってきまーす。行ってきま楽しみだな。プライベートの過ごし方つながりでこれも聞いてみたい。すみみに質問です。2人の趣味は何ですか？だって2人どう？す。趣味か。マナは結構多趣味かも。オフの日はカラオケに行ったりショッピングが多いかな。私は結構家で完結する趣味が多いかも。映画とか読書が趣味かな。趣味に関してはういちゃんと正反対なんだよね。そうなの。マナちゃんテーマパークとか旅行も好きだよね。好き。今家族との旅行を計画してるんだ。素敵。マナちゃんすっごいアウトドアなの意外かも。って言っても2人っていつも忙しそうだから趣味の時間とか取れないんじゃ？ういちゃんが特に忙しいと思う。すみみとムジカが両立できてるのってすごすぎるもん。ういこ作詞もやってるもんね。いやいや、マナちゃんとかムジカメンバーの協力あってだから。2人ともありがとう。改まって言われると照れる。ねえ、どういたしまして。次はこちら。マナちゃんとウイカちゃんのお互いの好きなところを教えてください。だって全部。ういちゃんって普段は優しくて落ち着いてるんだけどステージに立つとキリッとしててかっこいいの。ウイコステージ上だと人が変わるっていうかそんな感じだよね。そうそう、すみみとムジカでもまた違うっていうかドロリスって感じ。ありがとう。マナちゃんはステージでも普段もふわふわしてて可愛いっていうかいつも優しくて癒されてるんだ。なんか改めて言われると照れる。なんかにゃむちお邪魔かも。いやいや、この機会をくれたにゃむちゃんに感謝。すみみの尊い空間まだまだ続くよ。続いてはこちら。美容系動画投稿者にゃむちの視点から見てすみみのお二人にはどんなメイクが似合いそうでしょうか。またすみみのお二人が普段美容のためにやっていることについてぜひ教えてほしいですとのことです。現役アイドルのメイク考えがいがある。にゃむちゃん先生お願いします。お願いします。2人ともお目目パッチリだからドールっぽさあるメイクとか似合うかも。マナちゃんが可愛い系、ウイコがクール系のイメージだと思うんだけどあえて逆のイメージにしてみるのもありかもって思った。おお、クール系のマナちゃん見てみたいかも。逆のイメージでアーシャとか撮ってみたいね。ロリータ系も一緒に着てみたい。にゃむち的にも見てみたいから実現してほしい。ちなみに美容のためにやってることってある？マナは今の時期はやっぱり保湿かな。スチーマー使ったりスキンケアも保湿に特化したものに変えて乾燥させないように頑張ってる。この時期乾燥やばいよね。ウイコは何かやってることある？私はなんだろう、睡眠？素材の良さか。次、上海のライブに関係したお便りもたくさんもらったから紹介するよ。マナちゃん、ウイカさん、ようこそいらっしゃいました。いつも素敵なステージをありがとうございます。本当にお疲れ様です。ステージ上のスミミはまるで双子みたいに息ぴったりですね。普段の練習はやっぱり大変なんでしょうか？どうやってあの息の合ったパフォーマンスを磨いているのかぜひ聞いてみたいです。練習の中で意見が食い違うこともあったりしますか？上海でのライブ本当に楽しかったよね。楽しかった。今回のスミミのステージもすっごい可愛かった。ありがとう。
2人の練習の様子確かに全然知らないから聞かせてほしい。練習の様子か。振り入れ割と苦戦したかもな。とか言ってういちゃんすぐマスターしてたよ。そうかな。ういこのアイドル活動の話意外と聞いたことないから新鮮かも。ういちゃん練習の時もキラキラアイドルって感じでかっこいいんだ。そうなの？いつか見学させてほしい。意見の食い違いとかってあるの？食い違うことはあんまりないかも。お互いを尊重し合ってる感じがするよね。そうなの。その雰囲気がステージにも出てると思う。まなちゃんいつもフォローしてくれるし、ういちゃんの歌とダンスがあるとマナも踊りやすいんだ。息ぴったりの理由がここに詰まってるって感じ。続いても上海ライブ関連。みんな上海で美味しいものを食べましたか？ワイタンの夜景見に行けました？美味しいもの食べたね。どの料理も美味しかったよね。あとにゃむちゃんが Vlog で載せてたミルクティー屋さんも行ったよね。ね、また行けて嬉しかった。夜景も見に行けたね。すっごい綺麗だった。料理も夜景も大満足すぎてまたいい思い出作れました。ライブも楽しかったし最高だったね。またすみみとしてういちゃんと一緒にステージ立ちたいな。そしたらこの質問で最後にしよっかな。まなちゃんから見たアベムジカ、にゃむちから見たすみみってどういう印象ですか？とのことです。まなちゃんどう？ムジカ世界観が確立しててほんとかっこいいなって思ってる。みんなストイックに練習してるからマナも頑張らなきゃなって見かけるたびに思ってるんだ。なんか嬉しい。メンバーにも伝えちゃおう。今度の練習で言っておくね。ありがとう。にゃむちゃんから見たすみみも知りたい。にゃむち的にもすみみのキラキラ感すっごい好きで、ムジカと系統は全然違うけどパフォーマンス見るたびかなり刺激もらってたりする。お互いいい影響を与えてたんだね。すみみもアベムジカもお互い頑張っていこうね。頑張ろう。てな感じで今回はここまで。2人とも今日は遊びに来てくれてありがとう。こちらこそ呼んでくれてありがとたくさん話せて楽しかったね。う。ねえ、またにゃむちチャンネルに遊びに行きたいな。ぜひぜひ。今回できなかったこととかやりたいしまたコラボできたら嬉しいな。今回の動画の感想とかをハッシュタグにゃむちチャンネル教えてにゃむちをつけて X でたくさん投稿してくれると嬉しいな。たくさんの投稿待ってるよ。それじゃあ今回は挨拶で締めよっかな。ういこよろしく。それでは今回のお相手はういかとマナとにゃむちでした。せーの、おやすみ。